この動画ではヘッドレス CMS についてご紹介します。前回は CMS がどのように進化していったのか、そして近年ヘッドレス CMS が登場するところまで紹介をしました。今回はヘッドレス CMS に関して理解するのに役立ちます。ぜひご覧ください。前回の動画を見ていない人を対象に、ヘッドレス CMS の仕組みを簡単に紹介します。ヘッドレス CMS は、コンテンツとレンダリングを完全に分離して、ウェブサイトを運用するアーキテクチャとなります。レンダリングに関しては数多くのフレームワークが提供されており、JavaScript ベースのフレームワークに関しては、Jamstack と言われるキーワードでまとめられることもあります。C# をベースとしたブレイザーもあります。ヘッドレス CMS が提供しているエンドポイントと言われる API にアクセスすることで、ウェブサイトのコンテンツ管理ができるようになります。この動画では画面に表示しているトピックの順で話を進めていきます。まず最初に、ヘッドレス CMS にもいくつかのタイプがあるため、CMS のタイプに関して紹介をしていきます。またヘッドレス CMS に関して理解する上で重要な関連用語を紹介します。ヘッドレス CMS で利用する Web のフレームワーク、CMS と連携する Web サイトを配信するインフラ、そして最後は拡張性として、ヘッドレス CMS のサイトで利用することができるいくつかのサービスを紹介します。最初のトピックは CMS のタイプを紹介します。主に3つのタイプに分けられます。API 主導型のヘッドレス CMS は、最初から API を通じてコンテンツを配信する CMS となっており、完全にフロントエンドと分かれています。GraphQL や REST API を利用してウェブサイトと連携する形となります。次の CMS はハイブリッド CMS と言われており、従来の CMS を基盤にしつつヘッドレスでも利用できるようにしている製品です。従来の製品が持っている機能をそのまま利用することができるなど、エンタープライズ向けの製品が多くあります。そして最後のタイプは、静的サイトジェネレーターとして利用可能な CMS です。いくつかのタイプを紹介しましたが、どのような製品がいいでしょうか。まず一般的に求められる機能、例えばワークフローや多言語対応など、CMS として利用できる機能は評価ポイントになりますが、おそらくほとんどの製品が対応しているでしょう。ヘッドレス CMS の場合は作成しているページのプレビューができるかどうか、この部分がポイントになります。API 主導型のヘッドレス CMS でも管理画面などでプレビューが可能な製品がいくつかあります。ページ作成の効率が明らかに変わるため、プレビュー機能がどのように動作するかは確認しましょう。サイトを構築するにあたって Web フレームワークとの連携もポイントになります。実際に開発をするにあたって利用可能な SDK があるか確認をしてください。製品としては SaaS で提供されていることが重要です。CMS の機能が強化される際にバージョンアップをするというのは、SaaS を選択できる時代に選ぶ必要があるのかどうか、必ず検討してください。2つ目のトピックとして、ヘッドレス CMS を検討するにあたって、理解しておくと便利な用語を紹介します。まず最初に、API に関連する用語です。ヘッドレス CMS はバックエンドとフロントエンドが分離しているため、連携をするにあたっては API を利用する必要があります。CMS と Web フレームワークの連携においては、Web フレームワークが CMS からデータを取得する連携が発生します。この際、GraphQL か REST API を利用するのが一般的です。なお、GraphQL を利用できる方が、1回のリクエストで必要なデータを取得することができるため、開発効率を良くするだけでなく、API 呼び出し回数を削減する効果があります。また CMS から外部のシステムに対してリクエストをする仕組みとして、Webhook を利用できるかどうかもポイントになります。この2つのタイプの API 連携を利用できるのか、必ず確認をしてください。続いての用語は Jamstack です。Jamstack は JavaScript、API、そしてマークアップを利用したフレームワークのことで、それぞれのキーワードの最初の文字を利用して Jamstack と表現します。Web フレームワークも数多くあり、React をベースとした Next.js が一番よく利用されています。新しいフレームワークとしては Astro の利用も伸びています。それぞれのフレームワークが得意とする部分も異なるため、これに関しては次のトピックとして取り上げます。次の用語は、コンテンツモデリングです。ヘッドレス CMS ではコンテンツをページとして管理するのではなく、データ構造として定義して、そのデータ構造に合わせたコンテンツを管理、作成したコンテンツを API を通じて提供する形となります。このスライドにあるように、コンテンツのタイプの定義、そのコンテンツタイプが持っているフィールドの定義、
コンテンツ間の関連性というものを定義する形となります。フィールドの定義は、日付だったり一行文字列だったりと、利用するデータのタイプも定義できること望ましいです。続いての用語は3文字の略語ばかりですね。SSG はスタティックサイトジェネレーションの略で、サイトとしては CMS で管理しているデータを静的な HTML として出力する仕組みのことを言います。メリットは Web サーバーで何らかの処理をする部分がないため、サーバーに対する負荷も少なく、そしてページの表示も早くなります。デメリットはビルドをするページ数が増えた際に、サイト公開の手続きの時間が長くなってしまうことが挙げられます。一方、SSR、サーバーサイドレンダリングの略のこの用語は、サーバー側でレンダリングの処理をする仕組みとなります。動的 CMS と似た形で、リクエストごとにページを生成します。マイページなどの動的なページを運用したい場合に便利です。続いて ISR です。これはインクリメンタルスタティックリジェネレーションの略で、この仕組みを利用すると、静的サイトの中でも更新されたデータがあれば、その部分だけを静的ページとして更新する仕組みとなります。大量のコンテンツを管理するサイトにとって、SSG のデメリットとなる、ビルドの時間に関する部分を ISR と組み合わせることで、コンテンツの提供の時間を短くすることが可能となります。略語の最後にある CSR はクライアントサイドレンダリングの略です。ブラウザ上で JavaScript を利用してページの表示をするような形です。サイト内検索の検索結果を表示するような場合や、パーソナライズのツールの JavaScript のレンダリングがこれに該当します。最後の用語は CDN です。CDN はコンテントデリバリーネットワークの略で、画像や JavaScript、スタイルシートといった変更のないデータを、キャッシュの仕組みを利用して効率よく配信するための仕組みです。ブラウザからのアクセスとして、HTML 以外に画像や JavaScript、スタイルシートなどのデータを高速にダウンロードすることで、ページの表示を早くすることが可能となります。グローバルサイトなどでは必須の仕組みとなります。続いてヘッドレス CMS でよく利用される Web フレームワークを紹介します。よく利用されているのは Next.js です。SSG、SSR および ISR と一通り対応しており、またネット上では多くのノウハウがあります。スライドでは5つの代表的なフレームワークを並べていますが、これ以外にも多くのフレームワークがあるのが現実です。スライドに記載されている URL にアクセスしてみてください。この YouTube のチャンネルでは、Next.js と Astro の2つを取り上げていきます。次にウェブサイトをホスティングするサービスに関して紹介をします。ヘッドレス CMS と連携できるホスティングが可能なサービスも数多くあります。Next.js の開発をしているバーサル社は、同じ名前のバーサルというホスティングサービスを提供しています。Next.js を利用する際には最初に検討すると良いでしょう。サイトの規模に合わせて採用するフレームワークによって、どのサービスを利用するのか検討する必要があります。SSG で運用するサイトであれば、どのサービスでも大丈夫でしょう。検討の際に、そのサービスは CDN が組み込まれているのか、そしてセキュリティの機能も比較してください。すでに組み込まれていれば、別途手配する必要がなくなります。ある程度の規模のサイトであれば、随時ウェブサイトに機能を追加していく運用が想定されます。フレームワークと配信プラットフォームを検討する上で、CI/CD の環境を作ることができるか確認をしてください。最後のトピックは拡張性です。ウェブサイトで情報発信をするだけでなく、ビジネスを強化するためのチャンネルとする場合、そのウェブサイトに求められる機能が増えてきます。すべて開発をするのはあまり現実的ではなく、簡単に実装できる各種サービスの活用を検討しましょう。例えばメンバーサイトを構築、その認証に関しての仕組みの場合、このスライドの中央に書いている Auth0 が便利です。これらのサービスでも Web フレームワーク向けの SDK を提供しています。ここに取り上げているのはごく一部ですので、Next.js や React 向けにパッケージが提供されているサービスを探してみてください。最後にまとめです。最初に CMS のタイプに関して、そして関連用語を紹介しました。構築、運用したいウェブサイトを想定して、ヘッドレス CMS は何が良いのかを検討してください。API 主導型のヘッドレス CMS のサービスでは無料枠などもあるため、比較的簡単に評価、検証することができます。そして Web のフレームワーク、配信をするプラットフォームを紹介しました。ヘッドレス CMS での運用となった場合、この配信プラットフォームを利用するだけで、従来の動的 CMS でのインフラ費用よりも下がることがあります。インフラコストの削減は、長期的なコスト削減にもつながります。今のインフラコストと比較することはお忘れなく、
またサイトで実現したい機能をコンテンツ管理以外で別のサービスと組み合わせて実現できるかも重要です。今の段階で課題としてあるのであれば、連携サービスを何にするのか検討するのは無駄ではありません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんのサポートが励みになります。そして、この動画が役に立ったと思ったら、知人にも共有してください。それではまた、お会いしましょう。